どうも、カイです。今回は山梨県甲州市にある恥鹿の諏訪神社に来ています。ここには触ったら呪われる、死ぬとされる木があると言われているので、実際にそこをリポートしていければと思います。それではバモス。今回はご神木の呪いにフォーカスを当てます。歴史を踏まえた考察もしているので、最後までぜひご覧ください。まず最初に恥鹿の諏訪神社とそのご神木について説明します。神社は県庁所在地である甲府市からそんな遠くないところにあります。前回紹介した慶徳院からも歩いて30分くらいの位置です。正直神社自体は何の変哲もないのですが、何よりもこの神社を有名にしているのはご神木です。ご神木であるホウノキですが、伝承によると大和尊命がこの地を訪れた折に使っていた杖が成長したものとされています。教育委員会が設置した看板によると、古来からこの神木をおろそかにすると不祥の事件が起きると信じられています。かなり物騒ですが、実際に事件が何件か起きています。記録に残っている中で一番最初の事件は1905年の川久保集落壊滅です。このホウノキの近くにあった川久保集落では、5月の端午の節句で柏餅を作る際、周りに生えていない柏の代わりに形状の似たホウノキの葉っぱを使うのが一般的でした。ただその時だけ諏訪神社の中のホウノキから葉っぱを取ってしまいました。そして柏餅を食べた川久保集落の人々は次々と病気で倒れ死んでいきました。わずかにあった家も直後に大水害が起きて流されてしまい、12個あった集落は完全に壊滅しました。ただ事件はそれだけにはとどまりませんでした。2つ目の事件は1953年に起きた死亡事故です。ホウノキの枝が伸び、線路の電線にかかったため枝を切ることになりました。しかし作業を行っていた方が数日後突如死亡。なぜか夜に線路を歩いており、背後から電車にひかれたそうです。その他にも1958年、枝払いをした方が甲府駅構内で電車にはねられ死亡。またお祓いを執り行った神官が半年後、養殖用の池で溺死体として発見。作業を手伝った国鉄社員2名もそれぞれ突然の病死と歴史。さすがにサスペンスドラマでしか聞かない展開ですね。早速そのご神木を見に行きましょう。慶徳院と比べてもかなりこじんまりとした神社です。画面左手にフェンスが見えるかと思いますが、これは小学校の敷地です。奥に見えるのが本堂ですね。この木組みが古そうな感じを出していますが、屋根は比較的最近作られた感じです。早速例のご神木が見えてきました。本殿の綺麗な彫刻のすぐ隣に噂のホウノキがあります。これがご神木ですね。何も言われなければやばいご神木だとは思わないような雰囲気です。祀られているのは山神なんですね。呪われたくないので距離を保ちながら見学しました。ご神木ついでに大杉跡も見ます。かつて境内には甲州街道の三本杉と言われる大きな杉の木がありました。しかし1903年に鉄道が開通すると、その振動と蒸気機関車の煙によって大杉は枯れてしまいました。現在の姿がこちらです。写真で見ても大きな杉でしたが、切り株もかなり大きいですよね。ちなみに撮影時期は3月。この大杉、今でもご健在であれば花粉の量がすごかったかもしれないですね。最後に線路の上からホウノキを見ていきます。ホウノキに触るだけでたたりが起きるというお話をしました。
ただ木が電線に当たるのはどうしても避けなければいけません。そのため現在線路の上には鉄骨の屋根が作られています。それがこちらです。木の侵入を食い止めています。わざわざ JR がお金をかけて鉄骨の屋根を作っているあたり、呪いの話を真剣に受け止めているとも言えそうです。最後に歴史科学的な見地を踏まえた考察をして終わりにできればと思います。まず甲個人の見解をお伝えすると、この木に呪いがあるかどうかはそこまで重要な論点ではないのかなと思っています。最初にお話しした川久保集落壊滅の件に関しても、当時流行していたコレラと結びつける説があるそうです。また枝払いをした方が電車にひかれた件も、たまたま点検をしていた酔っ払って線路に入ったなんてこともあるかもしれません。新館の溺死に関してはもはや殺人事件ではないかと考えています。ただその事実以上に重要なのが、ホの木の呪いが記録に残ったタイミングです。呪いの噂が出始めたのが大杉が枯れ始めたすぐ後だからです。現地では未だに大杉には呪いが宿ると考えている方もいるそうです。現地の人が恐れ敬っていたであろう大杉、記者が神聖な木を枯らすなんて人々からしたらショックだったはずです。他のご神木も枯れてしまうかもしれない。そんな危機感がまだ健在な法の木を呪いの木に変え、自分たちが守ろうとしてきたものを守ろうとしたのかもしれません。それではチャオ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。